ご視聴の皆様、こんにちは。本日はオンラインでの会見となりますが、ご視聴いただきありがとうございます。本日の司会を担当します渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これより6月9日に開催されますレックプレゼンツ大阪城ホール大会で行われます KOPW2024 争奪戦上村優也選手対グレートオーカーン選手の試合ルールに関してプレゼン会見を行わせていただきます。まずはチャレンジャーグレートオーカーン選手よりルールに関しましてプレゼンをお願いします。福岡で言った通り、ルールは前回上村が提示したこのキャッチルール61分3本勝負で行ってやる。確か内容は打撃なし、それで60分以内で3本勝負で決着をつける。そのぐらいだったよな。ルールの説明は、前回上村もしているだろうから、細かいルールの説明はいらないが、なぜ地方再生を謳っていてこのルールを選んだか。まず世が思う地方再生っていうのはな、いわゆる前哨戦と言われて、ワールド配信がない大会を毎日やることなんだよ。ただ単にその地方の色を特性化したルールでやればいいっていうもんじゃない。その奥には2000、3000入るような大会か。これを見てるやつも地方大会来たことがあるだろう。2階席大体空いている。いいか、もう箱は取ってやるんだ。であればそれを常に超満員にすることが世が思う強い新日本になるはずなんだよ。それと今回はチャレンジャーという立場で、大阪配信もあるし、大阪城ホール他のタイトルマッチもある中で、これも KOPW の戦いのワンダーランドの広さということで、上村の言う強い新日本プロレスが何かは分からんが、その強い新日本プロレスというのも支配して KOPW の幅の広さを見せつけていこうと思う。だからこのルールにした。大川選手ありがとうございました。続きまして保持者上村優也選手よりルールに関してプレゼンをよろしくお願いいたします。はい、KOPW 保持者の上村優也です。僕が今回提案しましたルールはストームキャッチルール15分一本勝負です。これ何が前回と変わったかと言いますと、まず、僕なりにまたこのルールを考え直した結果、いろいろ洗練させてもらって、まず時間を15分一本勝負、そしてロープエスケープを今回は2回まで、場外に出た場合もそれはロープエスケープとみなします。で3回目場外に出たりロープエスケープをした場合はこれは反則負けという、結果になります。はい、これが僕が提案したルールです。上村選手ありがとうございました。はい、それでは質疑応答に移りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあお二人に伺いたいです。ちょっとその過去の、KOPW のルールと比べて非常にこのちょっと差がちょっとあまりないというか、大きく言うと上村選手は15分一本勝負で大川選手は3本勝負60分という
ところかと思うんですけども、うん。大川さん的にこのなんか違いをより強調するとしたらどの部分？まああとはロープエスケープの部分じゃないか。まあ正直これだってな、上村が提案したルールだ。別に要はどちらに転んだっていいんだよ。まあ上村がそのルールの方がよりなんつうんだろうな、際立ってるというか、より過酷だと思うんであれば別にそれが選ばれたって何も問題ない。でロープエスケープができない、まあ場外に逃げるのもそうだけども、まあそれのおかげで完全決着が言い訳のできない、要は反則負けといえどもロープエスケープ逃げてるわけだよ。言い訳ができないよな。まあむしろ要はそっちの方が面白いんじゃないかというか、より過酷だという、そういうふうなイメージは持てるかな。ただし61分もね、こんな長い時間戦うんだと、そういう過酷さもあるだろうけれども、まあそれはそれでいいルールを持ってきたんじゃないかなと思うよ。上村選手は、はい、今回、またオーカーンと戦うということで、僕はより厳しいルールを自分にも、課したというか、15分という短い時間で決めきるというのと、ロープエスケープ、さっきもオーカーンが言ったようにロープエスケープを制限することでよりスリルのある戦いができると思います。僕がこのベルトを取って、戦いたい相手がいるとか、このベルトに興味があるなら僕に直接言ってこいとか言いましたけど、その結果誰も来なかった。来たのはオーカーンだけ。でも僕はこのルールでオーカーンと戦えることを楽しみに思っています。以上です。大丈夫です。まあ他に質疑応答があるとしたらヨガ一つあるな。じゃあ大川選手。まあその強い新日本プロレスを取り戻すと言っていたが、その強い新日本プロレスの定義っていうのがわからないんだよ。その定義がわからないから誰も寄ってこないんじゃないか。 KOPW じゃない、上村優也に誰も寄ってこないんじゃないか。じゃあその強い新日本プロレスの定義というものを教えてもらおうか。これ受け取り方によると思うんですけど、人によってその定義は違うと思います。でも僕の思う強い新日本プロレスは、まずレスラーが強くあること、そしてこれ王冠も言ってますけど、会社としてどこにもなめられない新日本プロレスっていうブランド、これを持った新日本プロレス会社っていうのが僕は強い新日本プロレスだと思ってます。それの具体例、対策として何を出すんだお前は。だからこれは僕もこう思ってるんですけど、王冠が地方再生っていうのを言った時に、僕もそれはすごい正直共感してます。今新日本プロレス、日本の景気も下がってきて、お客さんも会場ちょっと寂しくなったりしてますけど、まずは日本を盛り上げないと、プロレスの力で。そう思うんであれば世の地方再生の邪魔はしないでほしいもんだ。ただ僕は僕のやり方で日本を盛り上げたいと思っているので、日本のプロレス熱を。その具体例がこのルールか。このルールだったり、そのルールをすれば強い新日本プロレスを取り戻せると。俺たちが熱い試合をすればいいんだよ。なるほどね。まあ世の思う強い新日本プロレスだ。
一応言っていくぞ。レモン早食いも餃子の大食いもバカだと思っているよ、正直。だがよ、プロレスラーは特にバカになりきらなきゃいけない時があるんだよ。普通のことやってんのかみんな。違うだろ。超人的、頭のおかしいこと、暴力的、普段ないもの、そういうものを見せてんだろ。あ、同じバカなら踊らにゃ損損っていう言葉もあるけれどもな、こういうバカなことをしてでも世間に響かせることをしなければいけない。まあ一つ勘違いしていたかもしれない。上村の言う強い新日本プロレスがストロングスタイルそのものを言ってたかもしれないと勘違いしてた。別にストロングスタイルを否定する気はないんだよ。こういうルールいいじゃねえか、面白いじゃねえか。よだって好きだよ。前回のルールでも言った。だから上村のルールだっていいし、いやもうこのルールには賛成だ。だけどな、1日8試合から10試合、それを1年間で百何十試合もあるんだよ。いろんな地方行くんだぞ。全部が全部同じルールやってどうすんだ。ストロングスタイルもう50年前以上の言葉で、本人がただの言葉だって言ってるんだよな。それを続けてどうなった。暗黒時代になって、その暗黒時代を棚橋宏の脱ストロングスタイル、チャラいスタイルが、そういうスタイルをしたことによって黒字回復して、その功績で社長にまで上り詰めたんだろう。こういうな、地方再生、ああいうバカみたいなルールをするとな、おのずと出てくる虫がいるんだよ。アントニオ猪木が鳴いてるってな。よから言わせればよ、そんな泣き虫泣かしとけ。そんな程度で泣くんだったら泣かしとけ。そんな泣き虫な、世と同じ時代に生まれてたらスパーリングでボコボコにしてやるわ。そんなことよりもだ、なぜ世がここまで地方再生と強い新日本プロレスを歌っているかわかるか。お前よりももっともっと深い気持ちがあるんだよ。要はな、支配者って名乗ってるんだよ。世界で3番目の団体の支配者じゃダメなんだよ。世界1位の団体の支配者じゃなければ何の価値もない。今世界一の団体移動することはできるよ。今いろんな選手が移動している。しかしそれよりももっと難しい道、この新日本プロレスを世界一の団体にする、この功績が必要なんだよ。そのためにもだ、さっきも言ったが、もう箱は取っているんだよな。ビッグマッチで入れる、それだけ考えな。地方の力なめんな。地方にはまだまだ人がいる。試合後サイン会はよくやるんだけど、それよくわかるよ。地方のやつらは本当に楽しんでるプロレスを。プロレスはな、しかも地方だと感じたことあるだろう。ガキからジジババまで来るんだよ。こういうやつらをもっともっと取り込まなきゃいけない。そのためにもガキどももジジババもプロレスを知らないやつらを入れる必要がある。この間オールツギャザーで太一も内藤も八王子でヒロムも言ってたけど、何かしらビッグな話題が必要なんだ。そのためにも地方再生というのはバカみたいなことをしなければいけない。そうやって地方を上ばっか見るんじゃなくて下を重ねる、下を地盤を重ねる。ここは新日本プロレスだ。日本の地盤を固める。ただし今まではな、ストロングスタイルといえば IWGP、 ビッグマッチといえば IWGP、 それでいいと思う。この KOPW の価値も上げていくために、地方興行の目玉に毎日ワールドがない全国で
KOPW をやる。そうやって地方工業の目玉にしていく。そのためにも地方再生をするためにもだ。上村のこの強い新日本プロレス、ちょっと今日聞いてね、勘違いした部分があった。でもこいつはまだまだ甘い。まだまだ具体例も対策も出せない。だからいつも抽象的な言葉。だから行動も伴わない。要はこの KOPW を持てば、今よりももっともっと新日本プロレスをよりよくできる。そういう確信がある。その確信と同じぐらい、キャッチルール、その強い新日本プロレス、ストロングスタイルも取り込んで KOPW、そして上村を支配していこうと思う。これが世の思う KOPW だ。まあ、今回の投票に関しては地方再生ではないから、どちらに投票したっていいよ。まあ、ただしだ、この世の戦い、それから目を離すんじゃない。上村のこういう熱い戦いがしたいって言うんだったら、相当な気合いを入れてこいよ。分かってるんだろう。このルールは世の方が分があるってのは。ありがとうございました。それではルールに関しまして最後まとめておきます。大川選手の提案ルールは、キャッチルール61分3本勝負。3本勝負なので2本選手した選手の勝利です。あらゆる打撃技は禁止で、締め技、関節技、投げ技のみ試合で有効となります。その他は通常のプロレスルールとなります。上村選手の提案ルールは、ストームキャッチルール15分1本勝負。こちらもあらゆる打撃技は禁止、締め技、関節技、投げ技のみ試合で有効となります。その他は通常のプロレスルールとなります。そしてロープエスケープは2回まで、場外に出た場合もロープエスケープとみなされます。3回目は反則負けとなります。こちらのルールの投票は明日6月1日土曜日の午前10時から6月3日月曜日の午前10時まで、新日本プロレス公式の英語、日本語ツイッターで投票を行います。以上で KOPW2024 争奪戦の試合ルールに関してのプレゼン会見を終了いたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ちょっと待って、一つ。6月7日、ここでちょっと候補があるんだが、6月7日、与党、この上村で、大阪のビーチヴァンガードでサイン会を行う。まずこの人気でね、こいつに負けるわけにはいかんから、大阪の帝国民は絶対に集うように。そして7月14日、仙台にて祝勝会を行う。これは G ストアグレートオカンで検索をしといてくれ。このように大阪、仙台、イベントでも地方を盛り上げていく。まずは6月7日から大阪で待っているぞ。